もしあなたが今タイに旅行に行って1万円を両替したとします。すると手元に残るのはわずか2000バーツ程度。かつては3000バーツ以上。今やタイは日本人が感じるほど安い国ではなくなりつつあります。2025年にはタイ人の訪日旅行者が日本人の訪タイ人数を上回りました。タイ人は円安を利用して日本で爆買いをするというかつてとは完全に逆転した現象が起きています。しかしこのバーツ高の影響を最も深刻に受けているのは日本人旅行者ではありません。その裏側でタイ経済は低成長と産業危機に直面しています。GDP の6割前後を輸出と観光などの外需が占める外需依存型の経済で、東南アジア最大の製造業クラスターを形成するタイ経済そのものが苦しみ、観光業も揺らぎ始めています。なぜタイ経済は低成長と言われながらもバーツだけがこれほど強いのか。この動画ではその光と影、そしてタイが直面する中所得国の罠の正体についても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。まず、現在の為替水準とその背景にある特殊な要因を整理しましょう。2026年3月現在、タイバーツは米ドルに対して31から32バーツ、対日本円では1バーツが5円前後という歴史的な高値圏で推移しています。2021年には1バーツが 3.3 円程度だったことを考えると、わずか5年で日本円に対する価値が約 50% も上昇したことになります。なぜタイバーツはこれほど強いのでしょうか。そこには3つの大きな要因があります。第一に、金価格との異常なまでの連動性です。2025年から2026年にかけ、世界的な地政学リスクの増大により、金価格は1オンス3000ドルを突破する歴史的高騰を見せました。タイ人は伝統的に金が大好きで、国内に膨大な現物資産が眠っています。金価格が上がると、タイの業者は保有する金を海外へ売りに出し、その決済資金として大量の米ドルをバーツに変えます。この金取引は短期的にバーツ相場を押し上げる要因の一つとも指摘されています。第2に、消去法的な経常黒字です。経常収支が黒字なのは輸出が絶好調だからではありません。国内の消費が冷え込み、原材料や消費財の輸入が激減したため、差し引きで黒字に見えているだけなのです。第3に、タイ中央銀行の苦悩です。政府は景気対策のために利下げを迫っていますが、中央銀行は家計債務が 90% 近い中で利下げをすれば、借金がさらに膨らみ、インフレを再燃させると拒否し続けています。この高い政策金利が結果としてバーツを高止まりさせる皮肉な結果を招いています。通貨が高くなるということは、タイで作った製品が国際市場で高価で売りにくいものになることを意味します。2025年通年の成長率は総固定資本形成や外需が増加した一方、民間消費、政府消費が減少したことから前年比 2.4%、前年 2.9% と減速。タイの基幹産業である自動車産業は生産・輸出ともに低迷し、近年でも極めて厳しい水準に落ち込んでいます。タイ国家経済社会開発委員会 NESDC は2026年の成長率も 1.5% から 2.5% と低く予測しています。バーツ高の直撃を最も深刻に受けているのがタイ経済の心臓部である自動車産業です。タイ工業連盟 FTI の2025年データは
極めて厳しいものでした。2025年の自動車輸出台数は前年比約 15% の減少。東洋のデトロイトと呼ばれたタイにとってこれは近年でも最大級の危機です。その理由は2つ。1つはバーツ高による価格競争力の喪失。ピックアップトラックを輸出してもバーツ建ての利益は目減りし、国際市場ではライバルの中国製やインド製に太刀打ちできません。もう一つは中国系 EV メーカーの台頭です。2024年から2025年にかけ BYD などの中国メーカーが EV 市場で急速にシェアを伸ばしました。既存の日系メーカーは国内市場を奪われた上にバーツ高で輸出もままならず、タイ国内の部品メーカーの廃業や事業縮小が相次いでいます。強すぎる通貨がタイの産業基盤を根底から破壊しようとしているのです。そしてもう一つの柱である観光業。2025年の外国人観光客数は約3300万人。政府目標の3900万人には実に600万人も届きませんでした。その大きな要因の一つとして指摘されているのがバーツ高です。外国人旅行者の視点に立てば、タイのホテル、食事、交通費のすべてが実質的に値上がりしています。SNS では、タイはもはや安くない、ベトナムやフィリピン、インドネシアの方がコスパが良いという声が世界中で拡散されました。タイホテル協会 THA によれば、2025年の特徴は滞在日数の短縮でした。物価高を嫌い、かつて10日滞在していた旅行者が7日に切り詰める、あるいは屋台やローカルマッサージでの消費を控える。公式データでは観光客1人当たりの支出額は増えているとされています。しかしその中身を除けば、物価高によるコスト増と一部の富裕層が平均値を押し上げているという実態が見えてきます。多くの一般旅行者にとっては強すぎるバーツのせいで同じ予算でできることが激減しました。その結果、彼らはホテル代などの固定費を払った後、真っ先にチップやレストランでの食事、地方でのアクティビティといった零細業者の糧となる支出を切り詰めています。統計上の支出増という華やかな数字の裏で、タイ観光の底辺を支える地方の商店や個人事業主たちが為替の波に飲み込まれ窒息しかけている。これが2026年現在のタイ観光業のいびつな真実なのです。一方で、このバーツ高を享受している層もいます。それがタイの都市中間層です。2025年、訪日タイ人数は年間123万人を突破し、旅行消費額は2512億円で過去最高を更新。訪タイ日本人数の109万人を上回っています。円安バーツ高によって、彼らにとって日本旅行はかつての国内旅行と同じ感覚で楽しめるものになりました。日本で最新の iPhone を購入したり、日本のデパートでブランド品を爆買いするタイ人の姿。しかし、この華やかな光景はタイ経済全体の強さを表しているわけではありません。ここで一つ、タイの平均所得についても見ておきましょう。バンコクの平均月収は3万から3万9000バーツ前後というデータもありますが、バンコクの最低賃金は1日400バーツ、約2000円。多くの人々が月1万から1万5000バーツ、5から7万5000円程度で生活しています。地方も同様に収入は低く、タイ全国の平均月収は約1万6000バーツ、約8万円程度と言われています。日本で10万円の買い物をするということは、彼らにとってほぼ1ヶ月分の給料を使う感覚でもあります。つまり、日本でブランド品を買い込むタイ人の姿は、タイ社会全体の豊かさを示しているわけではなく、都市部の中間層や富裕層という一部の人々の姿に過ぎないのです。
輸入品が安くなるメリットがある一方で、国内の製造業は衰退し、雇用は不安定になっています。さらに、タイ経済の足元には、家計債務問題という巨大な爆弾が眠っています。GDP 比9割近くまで膨らんだ借金返済負担は、国民を苦しめ続けています。2025年には、ピックアップトラックのローン延滞率が過去最高水準に達し、中古車価格は大きく下落しました。一部の富裕層、中間層が日本で爆買いをする一方で、低所得者層や地方の農家や労働者は借金返済に追われ、国内の内需は冷え切っている。これがバーツ高がもたらした格差の拡大という現実です。2026年のバーツ高は、タイ経済の成熟を意味するものではありません。むしろ、安売りモデルが限界に達し、かつてのような低コスト、低通貨での成長が通用しなくなったことを示しています。タイは今、まさに中所得国の罠に直面していると指摘する専門家もいます。通貨が高くなり、賃金が上がる中で、付加価値の高い先端産業への転換が急務ですが、それは一朝一夕にはいきません。バーツ高という試練は、タイに対して構造改革を急げという市場からのメッセージです。日本人にとってタイはもはや安く楽しめる国ではなく、世界と対等に渡り合う購買力を持ったシビアな国になりました。変化し続けるタイ経済の行く末、皆さんはどう予測しますか？あなたの意見もぜひコメント欄で教えてください。また、この動画が役に立ったと思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。最後までご覧いただき、ありがとうございました。